オークランドでバリスタされてる。オークランドの CBD って言われる一番シティの真ん中のエリアのクイーンストリートの近くにあるメディコーヒー。ニュージーランドに来る前はオーストラリアにいるってお伺いしたんですけど、そのオーストラリアに行ったきっかけっていうか、はい、もともと海外に興味があるので、はい、で親の影響ですごく洋楽を私よく聴くんですけど、で中学とか高校くらいになってから自分何になりたいかって考えてて、でラジオ局の番組制作に関わってみたいなっていうにたどり着いて、で念願かなってそこで働けることになったんですよ。あ、日本で東京で働いて、でラジオの局内に来ると海外からのゲストの方が来たんですけど、海外の人を目の前にした時にあまりに英語が喋れなくて、こんなに喋れないんだ6年も勉強してって思って義務教育あ、そうか、そういうことです。多分書くのと読むのと聞くのしか勉強しないと思うんですよ。で喋るのがやっぱりこんなにも傷だらけしてるんだなと思って、本当にハローとグッバイぐらいしか言えなかったんで、あなたの音楽が好きですぐらいは言えるかなと思ってたんですけど、それも本当にもうドキドキもしちゃうし、で自分の発音って難しいじゃないですか。発音にも自信がなくて言いたいんだけど言えないっていう自分もいて、これちょっとあまりにショックを受けたので、そこからちょっと英語もなんとか勉強でしたいなと思って、そこからその英語を喋ることに興味がどんどん出始めて、喋りたいなっていうのがなってから、もともと日本語でもすごく喋るのが好きなので、人と関わるのが好きで、接客もすごく好きなので、喋っていこうっていう思ってて、で私の他にも英語に興味がある友達とかがいたんで、一緒に連れ出して外国の人がたくさんいるバーに行ってみたりとか、もう本当行き当たりばったりで話しかけてみたりとかで、そういうことをしてたタイミングでオーストラリア人の友達ができたんですよ。シドニー出身の2人で知り合った。そうです、渋谷のハブです。あ、そうなんです。スクランブル交差点のハブで一緒に座って喋らないみたいなことだったので、喋るって全然英語も喋れなかったんですけど喋れないのに喋るって言って隣に座らせてもらってで、どんどん仲良くなって、でなんか彼らの話聞いてるうちにもう付き合って4年ぐらいって言ってて、でもその一緒に付き合ってる間に例えばニューヨーク一緒にしたりとか、今は日本に行ってて、でこの後中国に行って韓国に行くって言ってたんですけども、何カ国も一緒に旅行をしてる2人だったんですね。大学4年生で自分で同い年と同じ境遇で、なんかそれってすごいことだなと思って、自分こんなにも出たことがなくて、しかも私実家で暮らしてたので、実家から出たこともない、海外にも行ったことがないし、なんか同い年で同じことしてるのにこんなに世界が違うってすごいなっていうふうに思って、旅行とお金もかかるし難しいと思ったところもあるんですけど、でも例えばなんか近い国だったらそんなに実はかからないじゃないですか。例えばなんか自分が使ってるお金をちょっと見直したらいけたりもしたんだろうなってことだけど、遅いんですけど、その時に気づいて、たまたまその彼がバリスタさんのカフェでコーヒーを入れてる方だったんですよ。でオーストラリアのコーヒーのカルチャーってすごい大きいんだよって教えてもらって、それまでコーヒー興味はあったんですけど、すごく例えば全部知ってるとか歴史とか分かったりとか、バリスタって何って聞かれたらそこであるとそういうわけじゃなかったので、その彼とそのコーヒーの話してたらすごく面白くなってきて、ラジオの仕事アルバイトにするってたんですけど、もともとは正社員になるつもりだったんですけど、思ってたよりも倍以上ハードワークだったんで、あとはその自分が本当にやりたかったことをってこれかなって少し思い始めたのがあって、でどうしてコーヒーの仕事もやりたくなったし、でその2人にもうどうしても会いたくなってしまって、でも友達ができるとなんか国も身近に感じてきて、で絶対いつか行きたいなというふうに思い始めたんですよ。でコーヒーの仕事もその時に探し始めて、でそこにたどり着いたのがバイロンベイコーヒーっていうコーヒー会社さんで、その会社なんですけど、もともとはオーストラリアにあったコーヒー屋さん、コーヒーカンパニーで、それで
バリスタの経験とかなくても大丈夫ですよとかだったらすぐしてでそしたら受かってすごいじゃあコーヒー作ったことなかったけどその会社に応募したら入社できた。全く経験なくて何にも知らなかったんですけどなんとか、ここに入社してからそのコーヒーの作り方を学ばれてそうですね、その先に働いてた方にいろいろ教えてもらってここで1年働かさせてもらってでもう頑張ってたくさん働いてお金貯めてでオーストラリアに行きたいなと思ってたんですよ。そこでたどり着いたのがワーキングホリデーでやっぱりそのカップルに会いたいっていうのとシドニーに行ってみたいっていうのと、コーヒーそっちでも飲んでみたい、ちょっといろんな理由も重なって、最初からあれですか、コーヒーのお店で働いたんですか？そうです、はい。どうやってその仕事は探されたんですか？まずはまあ英語で履歴書を作ってで日本で仕事探すサイトとかウェブ応募とか電話とかが主流かなと思うんですけど直接お店に行ってもあまりその時忙しかったりとかその場でっていうのはなかなかないと思うんですけどオーストラリアは例えば自分が仕事探してる時自分でその履歴書を持ち歩いて直接その場所に行ってお仕事探してるんでお願いしますって配るのが主流なんですよね。直接行った方が見つかりやすい。そうなんですね。なんか電話とかあんまり取ってくれないしメールもあんまり見てくれないんですよ。直接出向いてでお願いしますって言ってで自分のこのぐらいこういう風な気持ちができてこのぐらいの経験があってこういう風な状況で探してるっていう例えばその時に喋れるとそのまま伝えてもらえるでラッキーだとその時にもオーナーさんとか店長さんとかがいることがあるのでそのまま喋れたりとかあまり時間とかこっちの人気にしないので直接行って直接話すのが一番そうです。もしいない場合でもその履歴書を取っといてもらえるんで帰ってきた時に渡してもらえたりとかっていう形でつながっていってその方が早いですシドニーは私あとタイミングが例えば良かったのもあって夏の前夏のってすごく仕事がたくさんある時期なんですよでオーストラリアに住み始めたのが11月だったんでこっちでは季節が逆になるんででも暖かくなり始めてるんで十数件ぐらいですかね最初すごい怖いんですよ怖いですよねすごい怖かったですでも 1,2 回もう配り始めてからはもういいやもう何にも気にしないっていう状況になります履歴書の書き方とかはどういうふうに勉強されたんですか？書き方はウェブで調べたからでこっちの履歴書って例えばなんか日本だとベースの書き方みたいなのがあると思うんですよあんまりこっちでそういうのなくて多分応募する職種とは違うと思うんですけど自分が結構書きたいように書ければあとはそのどれだけ見やすいかあとどれだけインパクトがあるかあとは自分のことをすごくポジティブに書くことが大事であと英語はもうその時は多分 Google 翻訳とか使っちゃったと思いますで何枚も見て自分でいいなと思うところからちょっとずついいところとそうです凝縮して直接渡してた初めの面接ってどんな感じでしたか？全然覚えてはないんですけど移民の国でもあるんでだからもともと英語を話してくれてるんですけど自分が喋れないっていうのも見てわかると思うし喋れないってことにあまり話を感じるんですけどそういうことがあんまりないように喋ってくれるっていうのがあります喋れなくてごめんっていうふうに思うではなかったですね分かってくれるっていうのを自分が分かってる例えばなんかものすごくもう全く分かってなかったから分からないってことを伝えてそうするとまたその別の言い方してくれるんですよ、何というかやっぱり言い方ってあるじゃないですかだからその聞き返してくれて言い方変えてくれてでだんだんこう分かって答えられたり最初こう日本から例えば来てこっちでカフェアルバイトしようみたいな思ってても結構英語喋れないから応募する段階でこう聞いちゃうどうしようでもそういうのも向こうも分かってくれてて多少喋れなくても全然面接はガンガン行った方がいいそんな感じいいと思います発音が悪くても意外と分かってくれるし例えばなんかワードが分かってくれなくても分かってもらえなかった時に
やっぱり分かってもらえなかったなってなるんじゃなくて、何回も言い直すもうこれでもかってぐらいいろんな発音、どれが正解か分からないじゃないですか。何回も何回も言ってみると分かってくれます、意外と諦めないことが大事。今そのニュージーランドでバリスタしてるじゃないですか。でオーストラリアで1年間バリスタしてた、シドニーとメルボルンでやって、でこっちに来た、オーストラリアに残らずにこっちでまたバリスタやってるのはでワーキングホリデーだったんで、その5ヶ月が終わったら帰ろうと思ってたんです。でもその帰る1ヶ月ぐらい前になって、メルボルンが好きすぎてビザが切れるんで帰らなきゃいけないって帰ってきて、でダラダラしてるうちに時間が経ってしまったんで、一回そのバイオレコーヒーって行く前に勤めたところに一回戻って、で何かしらまた英語を使ってって言われたから、なんか新しい分野に挑戦してもいいのかなって少しだけ IT の会社に入ったんですけど、全く合わずにまあこれはダメだなってなってしまい、やっぱりちょっとまた海外に行きたいなって気持ちも大きくなってしまって抑えきれずに、次なるワーホリをしにニュージーランドに来てしまいました。その東京に戻った状態で、そこからメルボルンにすぐ戻りたいってなると、もうワーホリは終わってて、学生になるしかなかったんです。でもお金がすごく必要だったんで、学生じゃなくて、そのお金もなく、でももう待てないってぐらい戻りなかったんで、戻りはできないけど、ニュージーランドとオーストラリアってすごく近い国なんで、多分遊びにも行けて、あとはお金も稼げるかなって。結構お給料ってこっちに最低でも20ドルとかそのぐらい以上とかは稼げたりする、物価も少しは違うんですけど、っていうのもあって、メルボルンには戻れなくても海外でまた同じようなことができて、で英語も飲ませてってなったら、もう行っちゃった方がいいかなと、今ワーキングホリデーで1年開催できるんですけど、またそれが終わったら戻らなきゃいけなくなってしまって、それをしてる間に、例えばその雇用をしてもらってる方にビザサポートをしてもらえるっていうところってたまにあるんです。今その私でメディアで働いてて、今それをしてもらうように動いてるんですけど、ビザに応募できる仕事のリストみたいなのがあるんです。そのバリスタって一応そのリストに入ってて、で全ての条件をクリアしてればそれを応募してもう1年いられることになるので、ワークビザっていうのはやっぱりお金と地位で働いてもらたまるので、1年もしいられることになったらまたしっかり働いて、でお金を貯めて、永住とかにはつながらないので、そのバリスタとあとホスピタリティの仕事だとどのくらいまでいけば永住につながるかちょっと分からないんですけど、でもマネージャーとかもっとスーパーバイザーとかそういうふうな職じゃないと無理だと思うので、されてるのはそのお金貯めて、でメルボルンで学校に行こうかなってこれはずっと先の話なんですけど、本当、10年とか先でもできらればメルボルンで自分のカフェを持ちたいなって思ってます。なんで例えばシェフとかですかね、で学校で1年行って、そうすれば資格とスキルも手に入ると思うので、その後ってまた違うところで働いて、で少し年月を過ごして永住につなげられればなっていうふうに思ってて、あっちで学生になるためのいろいろ準備とか資金とかそういうのでこう今チャージしてる燃料チャージ燃料チャージどうですか、こっちでバリスタしてる。カフェで働いてるすごく思うのは、日本飲食店で働いてるとお客さんと店員さんの距離ってすごく遠いじゃないですか。で喋りかけないっていうのもちょっと変だし、その最低限のことしか話さないっていうのがあれかなと思うんですけど、カフェで働いてるとすごく何気ない世間話とかで元気みたいに聞いてくれたりとか、最近見てなかったけどどこ行ってたのとか言ってくれたりとか、そういうのがすごく嬉しい。結構お客さんと話すのが普通みたいな。そうですね、なんか話さないのが逆にちょっと微妙っていうかちょっと違和感あるかもしれないです。難しいところとしてはこっちの人って好みにうるさいんですよ。例えば3つお砂糖を入れて、本当は例えばこれしか乗ってないんだけど、あとこれとこれとこれも横につけといてくれるみたいな、
すごくこうトリッキーなオーラが来るんですね。できる限り答えなければいけないので、厚さが足りなかったからもうちょっと温かいのを出してほしいとか言われます。あまりこう下に出過ぎないでごめんなさいって、自分が悪かったです申し訳ないっていうふうに言い過ぎないで、こうなるべくスピーディーに対応してっていうのが大事ですね。働くのでもすごく面白いかなと思います。自分が知らなかった世界っていうのがすごくたくさん見えるところだと思うので、自分が実際働いてる場所としては小さくても、お客さんとしてすごくいろんな世界が見えるので、例えば頼み方も違うと思うし、この私にはどういうふうに言えばいいかなとか、その自分の中の多分視野もいろんな人と接する中ですごく広がると思うので、アイディアがそういうふうに自分の中にもしあったら、とにかく飛び込んでやってみた方がいいかなっていうふうに思います。で、タイプにもよるかなとは思うんですけど、私の場合は例えば日本でそのことに詳しい方に頼るんではなくて、なるべく現地の人なるべくその英語で書いてある部分さえとか、自分にもっとためになりそうなところから情報を得ることが大事かなと思います。やっぱりその日本で知ってる人に聞いても、英語の面でもそうですし、自分のためにあまりならないかなところがあるので、とりあえずその自分の身をそこに置いてみることから始めると中身が見えてくるかなって分かってもらえないのが当たり前ぐらいの気持ちでたくさん喋ってトライしてみてほしいですね。なるほど、あっちも喋れないの気にしない。全然気にしないです。本当にこっちの人はびっくりするぐらい気にしないので、ぎこちないとか申し訳ないとかそういう風に全く考えなくて大丈夫です。優しいんで大丈夫です。日本人ってやっぱりよく働くし勤勉っていうのをみんな世界の方知ってるんで、印象はもういいと思うんですよ。最初から日本の方はなんていうんですか、そういうポライト、礼儀正しい。そうです、はい、っていうのはみんな知ってると思うので、働きもし始めたらとにかくできること一生懸命できることしかできないと思うので、その時のベストを尽くせばきっと大丈夫だと思います。ありがとうございます。